素人が使うのはさじ加減が難しいんですね。下手すればめちゃくちゃ悪化します。プロがやっても難しい。今日はですね、何かと話題になるレチノールのお話です。レチノールのね、お話、初級編。レチノールって今や美容のね、キーワードの中でも常に検索の上位を占めるっていう風に言われてるんですよね。それぐらいレチノールが認知されてきたってことだと思います。私たちはその肌改善っていうのを化粧品でやってるので、肌改善にはもうほんとレチノール欠かせないんですよね。昔からレチノールのことは勉強してきましたけど、厚労省がレチノールを医薬部外品として成分と中に入れてもいいよって認めたのは2017年のことなんですよ。今から6年前ですか。でそれ以上前になるとドクターズコスメ、ドクターの監修のもとに作られた、ドクターの指導のもとでしか使っちゃいけないよとか、もうほんとそれこそ欧米では40年ぐらいも歴史のある古いものだから、海外輸入でそういう方法でしか手に入らなかったですね。その辺の化粧品の棚には並んでるものではなかったんですよ。だから実は知ってる人だけが知っているみたいな化粧品だった。でも今や本当に皆さんが簡単にね、手に取ることができるようになりましたでしょ。レチノールって本当に素晴らしい、すごいいいもの。私も正直レチノールなくしてはスキンケアは語れないなっていう風に思ってるぐらいレチノールは大好きです。そして私も毎日とは言わないけども 2,3 日に1回は必ず使っています。ドクターリセラさんのADS シリーズっていうのにも必ずレチノールっていうのアイテムは入ってきたり、使う人もいれば使わない人もいるんですけど、ありますよね。このレチノールが皆さん簡単に手に取れるんですけど、簡単に手に取って簡単につければすぐ綺麗になるっていう、そういう魔法の道具みたいに思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、知らないで使うとレチノールって結構良くも悪くもよく効くので、怖い結果になることもあります。怖い結果って言ってそんな脅すわけじゃないんですけど、思ったような結果が出なかったりとか、美白するためにシミを取ろうと思ってやってるのにシミが逆にできちゃったりとか、ニキビを直そうと思ってやってるのにニキビが逆にすごく悪化してしまったりとか、そういうことにつながるっていうその理由があります。その理由とか作用のメカニズムを簡単でもいいので頭に入れておくと失敗ないかなって思うのでお伝えしたいと思います。レチノールってお肌にのせるときどういう作用をするのかっていうと、細胞に働きかけてその細胞を活性化できるんですよ。細胞って言ってもですね、すごいところはこの絵ありますよね、肌の細胞のこの基底細胞っていうところ、表皮の一番下にある基底細胞っていう層があるんですね。その基底細胞は全部ね細胞でできてるから、そこに効かせることができればその表皮をターンオーバーさせることができるんですね。細胞からどんどんと細胞分裂をさせることができる。細胞分裂を促すと、分裂した細胞はどんどんと上に上がってきて、そして一番上に乗っかって角質層まで乗っかってしばらく、2週間ぐらいとどまったら赤となって剥がれ落ちるっていうのがその基底細胞の赤ちゃんがいるとして、その細胞の一生っていうのかな、それはここから細胞分裂してどんどん上に上がって赤となって角質層となってとどまって赤となって落ちる。これが1個基底細胞から生まれた細胞のワンサイクルですよね。これをターンオーバーと言いますよね。日本語で言うと新陳代謝ですよね。その代謝を促すイコール細胞分裂を促してるっていうことですよね。その細胞分裂っていうのがね、だんだんと年を取ると代謝能力が衰えてくることによって細胞が分裂が遅くなってくるんです。とっても遅くなってくる。いつもみずみずしい細胞が入れ替わらなくなってくることによって、ちょっとくすみが出たりとか、シミがどんどんと沈着していったりとか、常に若々しい細胞に生まれ変わっていればシミだって吐き出されていくわけなんですけど、それがとどまっていってしまいますよね。それを回そうって、代謝サイクルを回そう、これができるのがレチノールなんですよね。だからレチノール使い出すと肌に張りも出るし、代謝がどんどんと元気になることによって表皮層の細胞が生まれ変わっている状態、若々しい状態、元気な状態になってきます。と同時にシミがね沈着していくのも防ぐことができます。ただしなんですけれども、この基底細胞の中にある普通のね細胞がバーッと並んでいることの10個から20個に1個ぐらいメラノサイトっていう細胞があります。これも細胞なんですね。この細胞にだって働きかけて、この細胞も一緒に活性化してしまいます。そうするとメラノサイトってシミを作る元となるねメラニンをどんどん放出していくんですよね。それもね元気にしていっちゃうんですね。だから美白を一緒にしなければシミが
が薄くなると思ってやったのに、実は新しいシミをどんどん作っていってしまうことにもなりかねませんよっていうことを一つ頭に入れてほしいんです。だからやるとするならば、必ず美白を組み合わせるってことですね。あと、できれば朝は使わないっていうか、朝は使わない決めた方がいいですね。夜だけにした方がいいです。紫外線を浴びるとシミができやすくなりますよね。朝は使わないっていうこと、それから必ず美白を合わせるってこと、これは絶対です。絶対守ってほしいなと思います。あともう一つ、基底細胞とはちょっと関係ないんですけど、この基底細胞のすぐ真下にぷくって膨らんでるこの部分、これ何ですかね、皮脂腺なんですね。皮脂腺っていうのは、皮脂腺から皮脂が出るんですね。皮脂が出る。だから毛穴から皮脂が出てくるんですね。皮脂腺がその毛穴のこの毛包って言われるところにこうくっついてますよね。だから毛穴の穴から皮脂も一緒に出てくる。これ分かりますね。そしてこの皮脂腺が位置してる場所が問題なんですけど、基底層のすぐ下です。基底細胞というこの基底層ね、このすぐ真下にあるんですね。そのレチノールをバンバン使っていって、基底細胞を元気にさせます、ターンオーバー元気にさせますっていう風にやっていくんですけど、ちょっと使い方を間違えると皮脂腺をバンバン刺激してしまうことにもなりかねないんですね。この皮脂腺をバンバン刺激してしまうと何が起こるかっていうと、乾燥肌の方はねまだ足もなんですけど、めっちゃニキビ肌の方を皮脂腺のねコントロールもうまく使いようによってはコントロールができるって言われてるんですけれども、これね素人が使うには本当にさじ加減が難しいんですね。正直ニキビ後にはすごくいいです。レチノールニキビ後にはいいんですけど、今ボンボンと活性のニキビができてる人います。活性のニキビがボンボンできている人にはこのレチノールをバンバン使ってしまうと余計悪化して手に負えなくなります。本当手に負えなくなる。本当に少量だけを、週に1回ぐらいの少量だけをちょっとずつ入れていって、その皮脂腺をコントロールしていくっていうかな、皮脂のコントロールをしていくっていうのは私たちはやるんですけれども、これとっても難しいことだから下手に手を出さない方が私はいいと思う。ものすごく活性ニキビがある人はレチノールで治そうとするのは難しい、素人では難しいと思った方がいいです。まずは鎮静をかけて、まめな丁寧な洗顔と活性を抑えるような、鎮静に向かわせるようなアイテムでもって少しずつ抑えてきて、活性ニキビが終わってきたら、みんなニキビが枯れてきて後だけ残ってくるってことになってきたら、レチノールはとってもいいです。ニキビ後の改善にはいいです。クレーターの改善とかにも結構効きますから、そういうのにはすごくいいんですけれども、ボコンボコンとできているニキビにレチノールでもって治そうとするのはめちゃくちゃ至難の技です。下手すればめちゃくちゃ悪化します。気をつけた方がいいっていうのを一つ言っていきたいんです。その理由は基底層のすぐ真下に皮脂腺があるというこの位置関係ですね。これでもってプロがやっても難しいからね、皆さんそこだけ覚えておいてください。どのように作用するかっていうことを知った上で使うっていうことですね。その知識は絶対に持っといた方がいいと思います。基底細胞を活性化できるっていう利点はある。ターンオーバーを早めて新しい新陳代謝を促すわけですから、新しい細胞が生まれてくることによってみずみずしい表皮層になるわけですから、キメも整ったりとか、たるみっていうかな、もう小じわの改善とかにも、シミもうまいこと吐き出させていくんだったらすごく改善につながりますよね。の時に同時に美白も一緒にやっていこうっていうことですよね。そしてニキビには要注意です。これはダメと言ってるわけじゃないですけど、要注意です。それをね、声を大にして言いたいです。何のトラブルも今のうちなくて、そして若々しい肌とか張りのあるお肌なんかをね目指してる人には、初心者の方は毎日ボンボン使わないようにね、もう3日に1回4日に1回で少量ずつで慣らしていく、慣らし運転のような使い方がとってもおすすめです。あとはレチノールを使ったんであれば必ず日焼け対策を今まで以上にしてくださいっていうことですね。皆さんレチノールを上手に使って皆さんの狙った通りのお肌になれますことをお祈りしております。で、わかんないことがありましたらプロに聞くのが一番かと思います。はい、というわけで今日はレチノールの初級編のお話でした。はい、では皆さん今日はこの辺でさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。
最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。